失敗って嫌ですよねって自分の失敗を考えてみたときに、あんまり失敗って思い浮かばないんですよね。今日はちょっとそれについて話してみようと思います。こんにちは。全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也です。ご視聴ありがとうございます。さて、TM 教師の印象っていうと、すごいって思われる時があります。他の教師は確かにすごいです。ただ普通に外に行って電車に乗ったりしていても、ただの普通の人です。悟りを得た人はどんな人かっていうのはこのバガバットギーターの中に書かれていますので、そのうちに取り上げますが、結論としては見た目でその人の意識状態っていうのは判断できません。ちなみに私の生活についてちょっと、お話ししてみますね。例えば、飲み物について言えば、森先生ってコーラとかって飲むんですかって聞かれたりしますが、飲みます。でも太りそうなのでそんなには飲みません。飲み物で言えばカフェインを避けているのでデカフェが多いですが、コーヒーを出されれば飲みます。寝る前に何杯飲んでも眠れなくなることはないですね。食事については肉を食べないんですかって聞かれますが、町の議員になってからは食べます。普段は避けていますが食べます。少しぐらい食べても問題ありません。楽しむことが大事です。宴会でみんなが美味しいと言って食べてるのに残すのはちょっとみんなの雰囲気というかテンションを下げそうです。もちろんお腹がいっぱいとか苦手なものは残した方がいいと思います。お酒については飲んでいません。一般的に食べたくないとか飲みたくないっていう人を尊重したような社会っていうのがいいんですけど、一般的にはまだそういう雰囲気はなさそうに思います。経験的にはベジタリアンは体が軽くなるし、思考が明瞭になるというかすっきりはっきりします。もしかすると嫌なことが多すぎて、その問題について考えたくなくてお酒を飲んだり食べ過ぎたりしている人もいるかもしれません。それとあとは失敗とか後悔に関する話もしてみようと思います。あえて TM 教師は失敗とかしないんですかと聞く人はいないと思います。なんとなく失敗しないというイメージはないかもしれません。普通の人ですからね。今回この話をするにあたって過去にどんな失敗をしたかなとか、みんなはどんな失敗しましたかとか聞いてみました。すると予想外の結果が、もうこの辺の話は超越瞑想の話と全然離れちゃってますが、今回の動画はこの話題で進みます。予想外の結果って何だと思いますか？それは何を失敗というのかという根本的なことです。人によって失敗というのが何かっていうのが違うんですね。例えば過去の失敗として私の例を出してみますね。ある日コンビニに買い物に行ったんです。普通に車に乗って普通にレジでお金を払って買い物をして帰ってきました。普通の話ですよね。何の変哲もない普通の日常です。しかしその時ですね、背中に嫁さんのブラジャーがぶら下がってたんです。セーターを着ていたんでホックのとこが引っかかっちゃうんですね。引っかかっちゃったんですね。でそれに気がつかないで車に乗って、車に乗った時にシートで取れちゃえばよかったんですけれども、そのまんまくっついてたんですね。多分コンビニのレジの方は、なんだこの人危ない人かなとか、ドッキリカメラかなとか思ったかもしれませんけども、私がニヤニヤもせず普通にすいませんこれください、ありがとうございますってやってたんで、なんか謎が残ったままだったかもしれません。家に帰ってあんたブラジャーついてるよって言われて、すっごく恥ずかしかったです。この話、私には失敗談なんですけども、それは失敗ではないって言われました。ただの事実だってそうバッサリ言われてもなんだかなと思いますけど、そこでですね、ちょっとチャット GPT、AI ですね、
失敗とは何かっていうのを聞いてみたら、それは目標や意図した結果を得ることができなくて、望んだ成果や成功を達成できない状態や出来事を指すという言葉だそうです。簡単に言えば、思った通りにいかなかったっていうことですね。それなのでさっきのブラジャー事件は、目標とか意図したことはないので失敗ではありません。ただ何事もなく過ごしたいという気持ちから見ると失敗とも言えるでしょうね。こういう微妙な事件はまだあります。例えば新宿トイレ事件。なんか下ネタばっかりですがすいません。新宿の歌舞伎町でトイレに行きたくなったんです。近くにあったゲームセンターの地下1階のトイレに行きました。そうするとちょうど運よく流す音が聞こえて少年が出てきました。その時私と目が合った瞬間にドアを閉めて中にこもってしまいました。もしかすると私も急いでて顔が怖かったのかもしれませんし、ちょうどその日は迷彩服を着ていたので、それがちょっと怖かったのかもしれません。私にとっては急ぎで重要な案件です。この間動画にしましたが、急ぎで重要なんです。生死の境目っていうと大げさですけど、焦りますよね。もう緊急なのにドアが閉まってるんです。中に人がいて、その人はもう終わってるんですよ。その時どうしたかは覚えてないですけども、漏らした記憶はないので大丈夫だったと思います。とにかく目が合った瞬間に慌てて中に入ってしまったっていうこの話。確かに失敗談ではないですよね。ただもうちょっとうまくというかスムーズにできたのかなとも思います。こんな風に何か過去の失敗を思い出すんですけども、意外にないんですね。コンタクトレンズをトイレで入れてた時に、すいません、ここ女子トイレですよって言われた時はあるんですけども、すいません、下ネタばっかしですね。なんかそんな失敗が多いかもしれません。ただ、なんかそんなに失敗の記憶ってないんですよね。こうやって動画も撮影していますが、1本撮り終わって確認したら歯に糊がついてたとか、車の中でこうちょっと車で鏡を見ながら顔の表情を作る練習してたら、なんかじーっと見てる人がいたとかね。そういうことは日常的なので慣れてるんですが、それは失敗ではないと言われました。あなたはどう思いますか？もしよければコメントいただけると嬉しいです。記憶違い、勘違い、うっかりは普通の人はよくあることかなと思ったりしています。昔、スポーツクラブに通っていましたが、通う時の理由っていうのは、将来私は必ず空港で飛行機を乗り間違えるから、その時に走って間に合うように体力をつけたいと受付で言いました。ただそれ以降も飛行機に乗るときはツアーだけですけどね。そんな感じでいろいろなことがあるんですけど、いちいち失敗とか後悔とかそういうことを考えても自分とか他人を責めるだけですし、前に進めないので考えなくてもいいんじゃないかなって思ったりします。もしかすると超越瞑想を続けているので心に安心感があったり落ち着いて考えられるのかもしれません。でも実際の話、犯罪を犯してしまったとか選択ミス、人を傷つけてしまった、そういうことは世の中にたくさんあります。それは辛いことだと思います。何かしてしまって夜も眠れないとか、誰かにいじめられてるとか、誰も自分を理解してくれない、話を聞いてくれないとか、そういうことばかり考えて辛いとか、何かをやってしまったことが原因でいじめにあったりとか、大変な人もいます。そういうのは失敗というレベルではなくて、解決した方がいい大問題という重大なことですので、気持ちの持ち方で解決とかという問題ではないと思います。今回の話はちょっと軽い失敗の話ですね。一人で悩まずに誰かに相談しましょう。話を聞いてくれない、分かってくれない、だから相談できないという人もいると思いますが、必ずどこかにいます。それはできれば希望を捨てないでいただきたいと思います。またそういう人を見かけたら声をかけてあげられるといいですね。
今回は失敗について取り上げてみましたが、エジソンも失敗ではない、うまくいかないことを発見しただけだみたいなことを言っていましたが、言葉の定義とか考え方っていうのはありますよね。毎日を楽しく過ごしたいのであれば、こういう自分を責めないとか、自分の良くないところを考えないというテクニックもいいんじゃないかなって思います。ただテクニックはテクニックで対処できないことも出てきますので、表面レベルのテクニックよりも根本的な自分自身、自分は大丈夫という確信を得られる超越瞑想、それはおすすめです。自分の内側に至福を見出すとき、何か失敗してしまっても結構大したことがないと思ったりしますし、慌てなくて済むような気がします。何かしてしまった時には慌てるのは当然ですけどね、そういう自分を許せると気が楽になります。そういうことで今日は失敗についての話でした。私も何か失敗談を思い出したら皆さんにお伝えしようと思います。はい、今日の動画は以上です。もし超越瞑想に興味を持たれた方は、ぜひお近くの瞑想センターで行われている無料の説明会にご参加いただければと思います。またすでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのもいいと思います。またチャンネル登録やいいねもよろしくお願いいたします。皆様のお役に立てるように、また皆さんが楽しく過ごせることを応援していきたいと思っています。今日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジェイグルです。